ヤトモンキー先生の日本語ポッドキャスト。こんにちは。こんばんは。今日は日本に来た留学生から聞いた大変だったこと、大変なことについて話します。日本に来る留学生は以前より増えてきています。日本と文化が似ている国から来ている学生もいれば、全く違う文化の国から来ている学生もいます。今まで私が留学生から聞いた大変だったこと、大変なことについて紹介しますね。まずは当たり前のことですが、日本語です。自分の国で日本語を勉強してきた学生も、日本人とのコミュニケーションに苦労します。日本語学校の先生の日本語はわかるけど、お店の人の日本語はわからない。電車の中で聞く日本人の会話は全くわからない、などという学生が多いです。日本語学校の先生は学生のレベルに合った言葉を使って話すし、話すスピードも調節するので、学生も理解しやすいんですよね。しかし、普通の日本人は相手がわかる言葉だけを使うわけじゃないし、話すスピードも調節してくれません。お店の人は敬語を使うし、友達と話している人はカジュアルな日本語で話すし、外国人にとって日本語はとても難しい言語だと思います。学生がアルバイトを始めると、学校以外でも日本語を使う機会が増えてきますよね。アルバイト先で日本人と友達になる学生もいます。こういう学生の日本語力はどんどん伸びていきます。授業中、間違えても積極的に発話する学生もどんどん日本語力が上がっていきます。あと、教師や他の学生の日本語をちゃんと聞いている人もどんどん上手になります。時々いるんですよ。他の学生が頑張って日本語で発表しているのに全く聞いていない学生。聞かずに授業とは違う勉強をしてしまう学生。学校でしか聞けない日本語を聞くチャンスなのにもったいないと私は思っちゃいます。次に大変だったことでよく聞くのが電車の乗り方です。電車のない国や電車をあまり使わない国から来た学生も多いですからね。特に東京などの大都市は路線図が非常に多く、電車の乗り換えが大変です。通勤・通学時間や帰宅時間、いわゆるラッシュアワーの電車の混雑具合に驚く外国人も多いそうです。東京の大きな駅、例えば新宿駅などは、正直日本人でも乗り換えに苦労します。どちらに行けば自分の乗りたい電車のホームに行けるのか迷う時もあります。日本人でも迷うんですから、外国人も迷いますよね。でも、日本の電車は外国人のために多言語対応が進んでいるので、昔よりは困らなくなりました。
駅の案内板や車内のアナウンスは、英語や中国語、韓国語などで表示されていますから。昔は行きたい場所までの切符を買うのが大変でした。切符の券売機の上に書いてある路線図を見て、行きたい駅を確認、そして運賃も確認。券売機にお金を入れて、行きたい駅までの運賃が書いてあるボタンを押すと、切符が出ます。今は Suica や PASMO などの交通系 IC カードがあるので便利です。これらのカードに事前にチャージしておけば、切符を買わなくて済みます。自動改札機のカード読み取り部にカードをタッチすれば中に入れます。このカードは自動販売機やコンビニなど他の支払いの時にも使えるので便利です。留学生もはじめは電車の乗り方に苦労すると思うけど、覚えちゃえば簡単。これから日本に来る人も心配しないでください。あと、食べ物ですね。家で作るとしても食材が高い。外食するともっと高い。思っていたより食費がかかると感じるようですね。先輩などに自分の国の食材や調味料が買える店を教えてもらってからは、そういう店で買っているみたいです。もちろんそこで買っても高いんですけどね。日本は何でも高いです。日本食は好きな人もいれば、全く食べられない人もいます。ラーメンが好きっていう人が多いです。どの国の人も自分の国の料理が一番美味しいと感じるのは当たり前。だから外国に住んで困ることの一つが食べ物になるのは納得。でも日本はいろいろな国の料理の店が多い国だと思います。あなたの国の料理の店がなかったらごめんなさい。あと、飲み物にしても、お菓子にしても、種類がとても多いです。いろいろな味が楽しめる国、日本。日本にいる人も、これから日本に来る人も、日本の食を楽しんでくださいね。今日はここまで。またねー。